どうも、たつあんです。今回は美味しいガーリックシュリンプパスタの紹介です。この動画を見れば、エビの下処理はもちろん、パスタだけでなく、ガーリックシュリンプ単品のメニューとしても使えます。動画の最後にはおまけレシピもあるので、最後までご視聴お願いします。プロ20年、料理人たつあんのパスタレシピでは、料理の基本はもちろんのこと、様々なパスタのレシピ紹介しますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。美味しいガーリックシュリンプパスタを作っていきましょう。材料紹介です。今回は赤エビを5尾用意しました。ちょっと大きめで食べ応えバッチリですね。お刺身なんかでも食べれるやつです。大きさもあって割と安価で売っているので、さばく練習にもなると思います。エビの下処理基本的にはみんな一緒なので、安価でさばきやすいものを選ぶのがポイントです。その他の材料は概要欄にも貼り付けておきますので、動画と一緒に見てください。ではエビをさばくんですけども、一つ注意点がありまして、僕もエビアレルギーなんですね。食べる分には最近大丈夫なんですけども、生のエビをさばくとどうしても痒くなってしまいますので、手袋をしています。視聴者の方の中にもエビアレルギーの方いらっしゃいましたら、手袋はつけましょう。まずは頭をぐるっとねじって取ります。包丁で切ってもいいんですけど、手で切った方が楽なので手でやっちゃいます。で、殻をお腹の方を上から剥いていくととてもスムーズに剥けます。順番に上から下に向かって開いていくように剥いていきます。で、最後に尻尾を外します。尻尾外す際も剥くように取るときれいに身が外れます。上手に殻剥けましたでしょうか。そしたら次は背わたを取っていきますね。今回は背中を開いていく取り方なんですけども、エビの背中に縦に 5,6 ミリの深さで上から尻尾の手前まで切り込みを入れます。そうすると中に背わた入っているので、包丁でうまくきれいにかき出しましょう。背わたがあるとジャリッとしたり臭みがあるので、しっかりと取りましょう。切り込みを入れる時なんですけども、初めにがっつり包丁を入れちゃうと切れちゃったりしますので、少しずつ初めはやってみてください。それでは背わたが取れたら、今度は汚れや臭みをきれいに完璧に落としていきます。ここで用意するのが片栗粉大さじ2杯と、塩小さじ1杯程度ですかね。この分量でしたらしっかりとエビの身にまぶしてあげてください。片栗粉と塩の役目は浮かせて汚れと匂いを取るっていう感じですかね。で、しっかりまぶして少し時間3分ぐらい置きましたら、きれいに流します。この時に流せば汚れや臭みが全部流れます。この作業大事なので、しっかりとやりましょう。よく洗い終わったらしっかりと水気を切ります。キッチンペーパーに取り、水分をしっかり吸わせて取ります。こうすることによって味の入りがとっても良くなります。それでは玉ねぎみじん切りにします。今回玉ねぎは割と小さめだったので1分の1使いました。中玉でしたら4分の1あれば大丈夫ですね。みじん切りのコツ、細かく包丁を入れて細かく刻む。ポイントは縦と横に包丁を入れるときに、できるだけ細かい感覚で包丁を入れると、刻むときにとても楽になります。この根元の部分は再度切れ目を入れてきれいに刻みましょう。こうすることで無駄なく使えますね。できるだけ包丁を細かく入れたことによって、この最後の仕上げが楽になります。続いてニンニクを潰してみじん切りにしましょう。もうね、ガーリックシュリンプっていうだけあってニンニク効いてないと美味しくないんで、2かけら使います。あとはね、先ほどの玉ねぎと同じように細かく刻みます。具材のカットが終わったら、マリネするためにビニール袋に切った材料を入れていきます。塩を2つまみ程度、オリーブオイルはたっぷりめに大さじ2杯、あとね、ブラックペッパーも忘れずに入れましょう。そうしましたら、よく袋ごと揉んで冷蔵庫で最低30分は冷やします。そうすることによってエビに味がしっかりと入ります。初めの下処理の段階でこのマリネの時に味がしっかり入るのに差がつきます。仕上げに使うレモンを
1分の1程度の大きさでいいので1つ切っておきましょう。種は刃先なので取っておきます。それではいよいよソース作りです。オリーブオイルをフライパンに引いて火をつけます。強さは中火で大丈夫です。そうしましたら剥いたエビの殻、まずこのフライパンで炒めてしっかりと香りと味を出していきます。そうすることによってオイルに美味しいエビのエキスがしっかりと入ります。ポイントなんですけども、ここでオリーブオイルをたっぷり使いましょう。炒めてる間に飛んでしまうので追加で大さじ1杯程度足します。香ばしく炒まったらここで殻は全部1回撤収します。今度はマリネしたエビをフライパンで炒めていきます。マリネ液もきれいに使いましょう。エビをソテーしていくときに先ほどの殻で少しこびりついた焦げをきれいに剥がしていきます。これがまた美味しい旨味に変わります。そしたら白ワインを大さじ1杯程度入れて香りと旨味をしっかりとつけていきます。エビの火入れの加減なんですけども、約9割をめどに火入れしましょう。あまり入れすぎてしまうと硬くなってしまいます。エビをどかしたら今度はワンパンで茹でるためにお水を 500ml 入れて沸かします。いつも言うようですけれども、必ずワンパンパスタの時しっかりとお湯が沸騰してからパスタを入れます。レードルなどでしっかりパスタを沈めましょう。茹で時間はアルデンテで茹でます。9分茹でのところを8分茹でで茹でます。動画では茹で時間ちょっとカットしてます。でこの状態で残り2分になってますね。一度味見します。それではタイマーが鳴って茹で上がったので、硬さと塩味、味加減を調整しましょう。ここで味見をして塩が足らなかったので少し足しました。動画では2つまみ足してますけれども、皆さんは1つまみ足すごとに味見をしてちゃんと塩分濃度確かめてください。それでは最後にエビを戻してバターでつなぎます。先ほどのエビ9割の火入れはここでもう1割入ってしまいますので入れすぎ注意ですね。しっかりと混ぜてパスタをソースに絡めて仕上げていきます。ソースの加減なんですけども、この動画ぐらいちょっと流れるぐらい、あるといいと思います。もしソース足らなくてパサパサになっちゃったらお水を足して調整してください。それでは盛り付けていきましょう。盛り付けはまずはパスタを盛り付けてエビをトッピングして、最後にムベラでよーくソースを集めて無駄にしないようにたっぷりかけるのがポイントです。よく修行時代はこれスプーンとかで適当にちゃちゃっとやって仕上げてたんですけど、師匠に怒られましたね。はい、なんすかね、あれ見てないと思ってるのに実はちゃんと見てるっていうね。あれもう音とかでもわかるんでしょうね。はい、仕上げにパセリを振っていきます。これ生のパセリでももちろん大丈夫です。ではではいただきます。と思ったんですけども、これ大事なさっき作る時にカットしたレモン絞り忘れてたんで、レモンを絞って、あと胡椒も忘れてますね。ブラックペッパーを振って美味しくいただきます。もうね、このパスタエビの香りがもうすごいんですよ。もう匂いだけでうまい。うますぎてもう意識飛んじゃうほどでしたね。すいません、失礼しました。で改めてここで紹介しますと、このパスタの美味しさ、ソースの濃厚さもちろんなんですけども、このガーリックシュリンプが本当に美味しい。はい、もう優勝。ご視聴していただきありがとうございました。と言いたいところなんですけども、ここからはちょっと殻がね、せっかく美味しいのあるんで、おまけとして、一品おつまみみたいな感じ、おやつでもいいですね、作っていきます。お時間ある方は少しお付き合いください。料理人発案のパスタレシピでは、美味しいパスタのレシピはもちろんのこと、料理経験20年を生かした料理のコツ、基本を皆様にお伝えできればと思っております。ですので、まだチャンネル登録されていない方はぜひチャンネル登録して次の動画をお待ちください。
またこの動画がためになったと思ったらグッドボタンよろしくお願いいたします。コメントではなんかレシピのリクエストとか質問あればぜひコメントをいただければお答えいたします。美味しかったですとかっていうコメントいただくとすごい励みになるんで、ぜひよろしくお願いいたします。ではこのおまけレシピとっても香ばしくて美味しいので、ぜひ余った殻を使って作ってみてください。一回焼いてあるので、そうですね、揚げ物で言えばもう二度揚げみたいになってるので手も入りやすいと思います。ではこのまま失礼します。このエビの頭の部分がやっぱり一番美味しいですね。味噌などあってすごいコクがもうたっぷり詰まってます。はい、やけどだけは注意してください。本日も動画を最後までご視聴していただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。